アマネコの直組ですね。一応360本限定のアマネコになってます。3ミス。3です。お出汁がすっぽんで中に毛ガニが入れてあります。うちはすっぽんの出汁自体が濃くて味付けると一気にガーンってくるんですよ、なので毛ガニの塩味で持ってってる感じですね。すっぽんの出汁自体は味付いてないです。濃くで甘い。吸盤好き。吸盤美味しいですよね。大好きです。好きな番号何番ですか？3番です。9番でしょうね。間違えたな今。確かに水だこって結構ポン酢と合わせると美味しいけど、それをさらに豪華にした感じっていうか。そうなんですよ。ちょっとこう油分がある方がお酒のあてになるので。これは酒進みますね。めちゃくちゃ乳化しますね。先ほどのは、通常のいわゆる日本酒直組っていう日本酒で、スパークっていうのは瓶内発酵させてるので、もう本当にシャンパンのような、強い炭酸感があります。ラグジュアリー。ラグジュアリーですね。美味しいですよね。日本酒のセレクトとかってどういう銘柄を例えば揃えてるとか、そのあたりこだわりってありますか？基本的に自分は前回入れた日本酒をもう一回入れるってことはあんまりしなくて、結構お客さんの頻度よくいらっしゃる方が多いんで割と変えてますね。ただうちはアロマサさんとあと黒龍さんの仕入れは強いです。シシャも本当脂が乗ってます。油ありますよ。手取り川ですね。石川。はい。純米大吟醸。これやばいっすね。これうまいっすね。ソースの量すごくないですか？出してください。もう残るんでその後にシャリ入れます。ドップドップに使ってますよ。ムッチムチの食感。改めてこれ何が入ってるんですか？アワビの肝をペーストにしたやつと、あとはお寿司に使ってるこのお醤油、煮切り醤油と、あと玉元っていうのが入ってます。マヨネーズのお酢の入ってないパターンのやつですね。はい。こってりめですよね。こってりめですね。かなりこってりめのソース。ってたけど調べたら心地よい。心地よい。やっぱ炭がいいですよね、握り。すごい。キレはいいですね。キレいいです。実
事前に軽く皮目を炙りまして、で一回冷蔵庫の中に落ち着かせてもう一回常温に戻します。青森県は大間産のマグロです。これ寝かして2週間。2週間。はい。筋が美味しいです。噛み心地がいいっていうか、ここから脂と旨味が出てくる。でよくこう剥がしとかもあるんですけど、この蛇腹は剥がしちゃうとちょっともったいないです。この蛇腹も一緒に噛み締めていただきたい。確かにちょっとシュワッと甘め系。マグロの中落ちですね。サワラとキノコって結構珍しい。珍しいですね。寿司屋ではあんまり見ないですね。そうですね。そもそもあんまりこんなキノコ使う寿司はないですよ。これ火通しすぎると硬くなっちゃうんで。はい。わ、キノコ美味しい。ありがとうございます。いろんな種類入ってるキノコの方がなんかキノコ鍋っぽくて、あ、そうですね。結構素朴で好きかもしれない。楽しいですよね。はい。すごい柔らかい。柔らかいです。キッドさんはどのタイミングで飲んでもいいですか？からしと地がらしっていうのは何が違うんですか？普通のからしって辛みだけ、はい、そのからし菜の粉末なんで、でも地がらしってこの種が入ってるんでマスタードっぽさが出るんですよ。結構しっかりめに締めてます。しっかりめ。はい、めっちゃしっかりめ。後半に出すんでかなりしっかりめに締めてます。わあうまい。ありがとうございます。しなやかさと硬さの共存。この赤身うまいっす。あざっす。大間ってスルメイカ食べ始めると旨味が違うっすよね。濃い。ここでちょっとさっぱり入るの嬉しいな。基本的には、夜の2回転ですか？ベースは2回転ですね。はい。お昼はお昼は1回転だけです。土日の1回転、12時からの1回転の。土日限定でやる。はい。
海苔もまたいい仕事してる。おいしい。こっちの方がやっぱフルーティーに見える。リンゴみたいな。早いですね。ありがとうございます。練習してきたんで。身の方が13秒。身が13秒です。うわ、味噌だ。ブリンブリンの食感と、で噛んでいくとどんどん甘みが出てきます。これ生きてないとこの辺にならないってことですね。無理ですね。やっぱりなんでもうあえて生きてるのを使いたくて、逆に死んでたらもうその日営業では使わないです。お見合い用になりますね。ボイルしちゃって、じゃないとカウンターに来てくださってる意味があんまなくなっちゃうんで。エビせん美味しい。お酒も結構こだわってらっしゃるんですか？お酒は基本的に自分が日本酒好きなので、日本酒を大体15種類ぐらい、定番酒が一応あるんですけど、それ以外にも15種類ぐらいは必ず置いとくようにしてます。キュウリをあえてちょっと太めにしてるのもまたそうなんですよ。ボリッとしてていいですね。うわ、落ち着くね。ちょっと個性的ですね、このシャリ。本当ですか？うちは羽釜で炊いてて、丸1日浸水させて、でおこげをあえて作ってるので、ちょっと香ばしい風味になるんですよ。うわ、うまっ。マット。うますぎる。うわ、来た。
りたての山わさびと鰹節、鰹節ですね。醤油。醤油。きます。後半ちょっときますね。結構あるんですね。やっぱりこう工房に散ってるんで辛いところはバツンときます。油が乗ってるんで炙ってすぐだとやっぱりこの味が出ないんですよね。自分もう落ち着かせたいです。一回冷蔵庫で。寝かせた大トロみたいな、あもっともう余韻がずっとこうじとっていく感じ。いやでもこの油の余韻は自分すごい好きですね。それってもうそのさばく前からもうかなりプックプクに太って見るからにこういう今日のサンマやばいなみたいな感じなんですか？出ますね。強度で言うと顔は小顔なんですよ。小顔なんですけどこの首の裏からボコンってこう膨れてるというかみこしこぶみたいなのがここにつくんですよ。これカツオにマグロの中落ちですね。カツオとマグロを合わせて、合体。はい。で基本的にうちでカツオ握るのは初ガツオは握らないです。戻りだけ。はい。なんです。油のというか。油分ですね。油分とこのシャリの酸が合うのが今時期のカツオなんで。うわー、それもやばいっすね。で藁でいぶしてあります。このシャリと相性いいと思うんですよね。油分が入るので。これ初ガツオでやるとさっぱりしすぎちゃっててシャリが勝っちゃうんで。寿司ゆきなりさんのこだわってらっしゃるところってどんなところですか？こだわってるのはまず自分が福島出身なのでシャリは福島県で自分の生まれ育った会津の、コシヒカリを使うっていうことですかね、はい、で、まあ、コースターとかも福島の畳屋さんのコースターみたいな。はいそうです。久保木畳みたいです。まあモットーとしては肩肘張らずに食事をしていただくっていうのが一番の望みですかね、今ってこの撮影時点ではお任せって夜のお任せはいくらでやってらっしゃるんですか？22000円の税込みです。予約はどうやってできますか？予約は食べログでもいいですしインスタグラムあとはトレタですとかあと直接お店に電話していただいても大丈夫です。電話だけじゃなくてネットでもいろいろ予約がそうですね。あとはもう食べログさんとかネットだと2部制きっかりになってるので、はい、まあもしお時間都合つかないようであれば電話していただければその日こっちが合わせられれば極力はお客様都合で合わせられるようにします。本当美味しかったです。ありがとうございます。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。